魔法動物病院心の縁。第一章、時を超えた獣医師矢田院長。夕暮れの亀岡。赤みがかった光が山肌ににじみ、静寂が辺りを包む。古びた鳥居の奥にひっそりと佇む一軒の病院がある。その名は心の縁。木造建築の軒先には風鈴が揺れ、まるで時間から切り離されたような空気が流れている。ここへ訪れることができるのはただ一つ心あるものだけ。縁側に一匹の老猫がうずくまっていた。片目を閉じ、呼吸は浅い。苦しかったね。来てくれてありがとう。院長の矢田は膝をついて猫の脈にそっと触れた。指先に伝わるのは血の流れではなく気のうねり。目を閉じ、彼女は棚から3種の漢方を選び出す。ビワの葉、シソ、そして月見草の根。それらを撫でるように混ぜると、淡い光をまとった煙が立ち上り、猫の体を優しく包んだ。これで今夜は痛みなく眠れるはずよ。矢田院長は江戸後期からこの時代へ流れ着いた存在である。ある満月の晩、彼女は野源を弾きながら調合していた。そこへ突如現れた不可解な風、時の渦に巻き込まれ、目覚めた場所がこの病院だった。人々は驚いたが、彼女の治療は時代を超えて効果を示した。彼女の治療は薬だけに頼るものではない。負傷した鳥には院内奥の音の間から竹笛を取り出し、静かに奏でる。消化器の不調を抱えた猫には雨音を聞かせて副交感神経を整える。音に含まれる周波の選定、響きの質感、患者の気質との相性、それらを瞬時に見極めるのが矢田の秘技だった。ある日の午後、裕福そうな飼い主が血色の悪い犬を抱えて現れた。助けてほしい、お金ならいくらでも。矢田は彼の手元に置かれた札束を見て、そっと手を添えた。命に値札はつけません。ありがとうの一言が何よりの報酬です。心の縁で働く者は皆ただの医療者ではない。ある者は薬草と語らう薬師。またある者は動物の鼓動に音を合わせる調律師。現代医学のデータと古文書をつなげる翻訳師もいた。それぞれが違う時代、違う背景からこの場所へたどり着き、静かな競争を奏でている。だが、この病院の真の姿はまだ奥に潜んでいる。地下深くには源泉の洞と呼ばれる空間があり、そこでは異界から薬草がふわりと現れる。院長はそれらを丁寧に乾燥させ、必要な命にのみ使う。そして夜には記憶の書庫へ向かい、過去の患者の魂の声に耳を傾ける。次に救うべき命のヒントを探すために。第2章、魂の声を綴る部屋。夜、月明かりが細く差し込む心の縁の廊下を矢田院長が静かに歩く。手には小さな香草を包んだ綿袋。それを胸に当てながら進む先は、病院の最奥、封印された木戸の向こうにある記憶の書庫。そこには過去にこの病院で命を受けた動物たちの魂の声が封じられているという。扉を開くと空間の温度が一変した。
静寂は深く、空気は穏やかに満ちている。壁一面に並ぶ木製の小箱、それぞれに魂の名前と治療日が記されている。院長はその中から一つの箱を取り出す。名は玉。江戸時代、彼女が最初に見た子猫であり、唯一命を救えなかった存在だった。ごめんね、今でもあの夜の鼓動が忘れられないの。目を閉じると香草の香りとともに記憶がよみがえる。当時貧しい商家に飼われていた玉は疫病にかかり、矢田が呼ばれた頃にはすでに意識が朦朧としていた。彼女は自らの知識と技を尽くし、金の流れを調整しようとしたが、その命は月明かりの中で静かに旅立った。そして今、箱の中から柔らかな声が響いた。苦しかったけれど、最後の手のぬくもりが温かかった。先生が来てくれて嬉しかった。涙が一筋、院長の方を流れる。ありがとう。彼女はそうささやいて箱をそっと戻した。その瞬間、書庫の壁が淡く輝き出し、扉の奥に新たな名前が浮かび上がる。白。近日病院を訪れるであろう命の予兆だった。次はきっと救える。そうだよね、玉。院長は目を開け、静かに書庫の扉を閉じた。月は雲間から顔を出し、心の円はまた一つ物語を抱えた夜を迎える。第3章、源泉に問う命。夏の雨が静かに降っていた。院の縁側では風鈴が濡れた音を響かせる。朝、玄関の鈴が鳴った。そこにいたのは少年と白い小動物。名前は白。記憶の書庫に現れた予兆だった。白は小さな天のような姿だったが、体は透き通るほど淡く、目は銀色にきらめいていた。この子、人に助けられたことがない。でもずっと誰かを待っていた。院長は目を細め、白に指先を添える。脈は薄い。だが確かに気が脈打っていた。診療室では治癒が進まなかった。普通の漢方でも現代薬でも反応がない。これは源泉の草に委ねるしかない。夜、院長は病院の奥へ向かう。誰も立ち入ることのない場所、源泉の洞。洞は冷気に満ち、壁面に光る苔が星のように輝いていた。泉の中心では水面が静かに渦巻いている。そこに香草の粉を一粒そっと落とすと、水は光を放ち始めた。現れたのは一枚の葉、どの文献にも載っていない草、時葉と呼ばれる。それは過去と未来をつなぐ作用を持つという。院長は手に取り静かにつぶやいた。源泉よ、この草は白の命をつなげるのか、それとも何かを奪うのか。一瞬水面が揺れ、風が洞の奥から吹いた。それは肯定とも否定とも言えぬ応答だが、その時院長の胸元からかすかな声が響いた。信じて。あの子は今を生きたがってる。それは記憶の書庫から戻ってきた玉の魂の声だった。翌朝、草を煎じ白の体へ流し込む。透明な液体が彼の体を包むと、彼の背に
淡い模様が浮かび上がった。まるで未来の風景図のような。呼吸が整い、銀色の目がゆっくり院長を見つめた。生きたい。ここにいたい。その気配が言葉に変わらずとも確かに伝わってきた。院長は微笑んだ。ようこそ心の縁へ。君の命はここで咲く。風鈴が晴れの音を鳴らした瞬間、雨が止み、病院に光が差し込んだ。第4章、心を見る者7個。新緑の朝。院の軒先では白が穏やかに息をしていた。まだ体は弱踊りじしく、言葉こそ持たないが、その銀の瞳には確かな意志が宿っていた。その傍らでふわりと香る白檀の気配とともに現れたのが看護師七子だった。穏やかな声と柔らかな手を持ち、彼女は患者のそばにいるだけで場の空気を静かに整える不思議な力を持っていた。おはよう、白。今日の風は少し甘いね。彼女は病歴を見て診断するよりも、動物の耳の動きや尻尾の温度、目の揺れに心の言葉を読み取る。七子はかつて人間の病院で終末期ケアを担当していた。だが自らの患者が孤独の中で言ったことが彼女に深い悔いを残した。命は痛みだけでなく寂しさにも蝕まれるの。それ以来彼女は動物に寄り添うようになった。その日、白は昼過ぎから不安定になり、体温が乱れ始めた。院長は源泉草の再投与を考えるが、七子はそっと言った。院長、もしかすると治療より誰かを待っているのかもしれません。そして彼女は音の間から雨音を取り出し、白の寝床に流した。さらに彼のそばで昔話を語り始める。昔、月の光に育つ白い点がいたの。星を探すために旅をしてね。白の呼吸が次第に整い、銀の瞳がゆっくり閉じられた。その夜、病院の火は一つだけ残され、七子は記憶の書庫へ。彼女もまた治せなかった命を抱えていた。箱には遥かという名前。重病を抱えた幼い犬だった。ごめんね、ずっと何もしてあげられなかった。箱を開くと声が届く。七子の声が最後に聞こえたの。だから寂しくなかったよ。翌朝、白が自ら立ち上がった。歩きは不安定だが、その姿はどこか誇らしげだった。院長は驚く。そして静かに微笑んだ。七子、あなたの癒しは薬より強い時があるんですね。彼女は少し頬を赤くして言った。心って理屈より静かな場所にあるから、院長のおかげでそこに届く方法を見つけられました。風が吹き抜け、心の縁はまた一つ命の奇跡を綴った。